レッスン1、文学と科学。興味深いことに、作家や知識人で科学を知っている、あるいは科学に関心を持っている人がほとんどいないようです。私もそれに気づきました。まるで2つの分野の間に溝があるようです。文学と科学はお互いに提供できるものがたくさんあると思います。絶対に。科学は物語にインスピレーションを与えることができ、文学は科学をより親しみやすくすることができます。それらの間のつながりを探求しない人が増えているのは残念です。真実。この2つを融合することで生まれる創造性を想像してみてください。科学に情熱を注ぐ作家がもっと必要かもしれないし、その逆もまたしかりだ。それはすごいですね。画期的なアイデアが生まれるかもしれません。将来的には、これらの世界間のコラボレーションがさらに増えることを期待しましょう。レッスン2、美徳と悪徳。私たちは生まれながらにして平等だと思いますか？それとも私たちの選択が私たちを形作るのでしょうか？私たちは生まれながらに平等かもしれないと信じていますが、その後の人生は美徳か悪徳かによって評価されます。それは興味深い視点ですね。私たちの行動が私たちの道を決めるようなものです。その通り。私たちが下すあらゆる決断は、私たちのバランスを高めます。これは、私たちが行うすべてのことにおいて優しさと誠実さを追求するよう努めることを思い出させてくれます。絶対に。小さな善行は、時間が経つと大きな影響を与える可能性があります。それは失敗から学び、成長することでもあると思います。真実。完璧な人は誰もいませんが、私たちは常により良いものを目指すことができます。天秤を美徳へと傾ける意識的な努力をしましょう。レッスン3、モールの推奨事項。それは素晴らしいですね。モール内で特におすすめの店舗はありますか？絶対に。トレンドの服を探しているなら、2階にショップがあり、選択肢が豊富です。確認してみます。靴はどうですか？快適だけどスタイリッシュなものが必要です。フードコートの近くに品揃え豊富な靴屋があります。完璧。そこから始めます。何かセールが行われているかどうか知っていますか？今週、一つ買うと一つ半額のプロモーションを行っているようです。それは大変なことです。注意していただきありがとうございます。問題ない。モール内を移動するのにサポートが必要な場合はお知らせください。します。自分のワードロブに新しいアイテムを見つけるのが楽しみです。レッスン4、態度を変える。多くの人が制限の性的行動という考えに不快感を感じていることに気づきました。はい、その結果、一部のコミュニティでは性的態度がより保守的になっています。社会規範が文化的及び道徳的価値観に基づいて時間の経過とともにどのように変化するかは興味深いことです。絶対に。かつて許容されると考えられていたものは、新しい視点によって変わる可能性があります。理解を促進するには、これらのトピックについてオープンに会話することが重要だと思います。同意しました。対話はギャップを埋めるのに役立ち、判断や偏見を軽減します。責任感を持ちながら、個人の選択を尊重することも重要です。真実。このような複雑で個人的な問題を解決するには、バランスが重要です。社会が自由と尊重の両方を促進する形で進化し続けることを願いましょう。レッスン5、文房具の買い物。ねえ、最近文房具を買いますか？
はい、可愛くて機能的なノートとペンを探していました。それは楽しそうですね。本当に気に入ったものは見つかりましたか？日記にぴったりなパステルカラーのノートとジェルペンのセットを見つけました。素晴らしいですね。手書きに戻りたいと思っています。あなたがすべき。紙にペンを書くことには何か特別なものがあります。ユニークな文房具を扱うおすすめのお店はありますか？ダウンタウンに手作りのノートや風変わりなペンを販売する小さな店があります。確認してみます。ヒントをありがとレッスン6、旅行の好み。旅行するときは飛行機に乗るのと電車に乗るのとどちらが好きですか？私は普段電車に乗る方が好きです。電車の方がリラックスできて景色も良いからです。それは本当だ。電車は目的地だけではなく、旅そのものを楽しむことができます。その通り。さらに足元スペースが広くなり、自由に動き回ることができます。でも、私は長距離を飛ぶのが好きです。より速くて便利です。それは良い点です。それは実際に旅行の内容と時間に応じて異なります。あなたは夜行列車に乗ったことがありますか？ユニークな体験だと聞いています。持っていませんが、私のやりたいことリストには入っています。楽しい冒険のようですね。一緒に旅行を計画して、一度試してみてもいいかもしれません。レッスン7、推奨事項を見つける。まさにそれが私が探しているものです。何かおすすめはありますか？確かに、ダウンタウンには最高のペストリーを提供する素晴らしい小さなカフェがあります。それは完璧ですね。最近甘いものが食べたくなってきました。サクサクで美味しいクロワッサンをぜひ試してみてください。ぜひ試してみます。夕食に良い場所はどうですか？近くには素晴らしいパスタ料理を提供する居心地の良いイタリア料理レストランがあります。それは理想的ですね。イタリア料理の気分になってきました。がっかりすることはありません。ティラミスもぜひ試してみてください。ご提案ありがとうございます。こういった場所をチェックするのが楽しみです。レッスン8、変化を受け入れる。私は変化を恐れるものではなく、チャンスとして捉えようとしています。それが精神です。ポジティブな考え方がすべてを変えることができます。必ずしも簡単なことではありませんが、私はあなたのためにここにおり、課題に正面から立ち向かう準備ができています。それが最も重要なことです。変化は恐ろしいことですが、多くの場合、成長につながります。リスクを取るよりも、停滞したままの方が不快だと気づきました。その通り。コンフォートゾーンから一歩踏み出すと、新たな可能性が広がります。私は訪れたあらゆるチャンスを最大限に活用する決意をしています。あなたは正しい姿勢を持っています。私はあなたをあらゆる面でサポートするためにここにいます。励ましをありがとう。私の隅に誰かがいることはとても意味があります。レッスン9、日本での生活。彼はずっとカナダに住んでいましたが、その後日本に移りました。そこでの生活は彼にとって全く異なったものでした。想像できます。文化、言語、伝統は大きな調整だったに違いありません。
はい。彼は多くのことを早く学ばなければなりませんでしたが、その経験が信じられないほどやりがいのあるものであると感じました。それはすごいですね。日本には豊かな歴史と独特の生活様式があります。彼はそこでの食べ物、祭り、そしてコミュニティの感覚が大好きでした。美しさと伝統に満ちた場所のようです。彼はホームシックを感じたことはありますか？最初はそうだったが、友達を作り、その文化を受け入れることで、適応することができた。それは感動的ですね。全く新しい環境でやり直すのは勇気がいります。彼は、それがこれまでに下した最良の決断だったと語ります。それは彼の人生観を変えました。レッスン10、ルーティンを見つける。私は自分に合った良いルーティンを見つけようとしてきました。あなたはどうですか？私も同じように感じています。すべてのバランスをとり、一貫性を保つのは難しいです。その通り。運動、仕事、リラクゼーションを取り入れたいのですが、難しいです。おそらく小さく始めて、そこから構築していきます。現実的な目標を設定することが役立ちます。それは良いアイデアですね。一度に一つの習慣に集中してみます。一貫性が重要です。たとえ小さな一歩でも、時間の経過とともに積み重なっていきます。進捗状況を追跡することで、モチベーションが維持できるとも聞きました。絶対に。自分がどこまで到達したかを見ると、本当に励みになります。アドバイスありがとうございます。私は効果的なルーチンを作成することに決めました。レッスン11、自然を観察する。私たちが彼らを見ているのと同じように、彼らも私たちを見ていました。とても魅力的でした。どういう意味ですか？動物か何かを観察していましたか？はい。私たちは森の中で猿を観察していました。彼らは枝にぶら下がっていて、私たちに興味を持っているようでした。それは信じられないことですね。自然は私たち全員がどれほどつながっているかを思い出させてくれます。彼らを間近で見て、彼らの行動を目撃するのは驚くべきことでした。彼らは友好的に見えましたか？それとも人間に対して警戒心を持っていましたか？両方少しずつ。彼らは距離を保ちましたが、私たちの存在に興味を持っているようでした。野生動物の美しさを実感できる瞬間です。絶対に。それは謙虚で忘れられない経験でした。レッスン12、クリスマスの飾り付け。私の家族には北西のサンタクロースとトナカイのセットがあり、父が毎年屋根に飾ります。とてもお祭り気分ですね。家の中に他にも装飾品はありますか？はい。オーナメントとライトを備えたクリスマスツリーを飾りました。それは私のお気に入りの部分です。ツリーを飾るのも大好きです。それはとても心地よくて楽しい伝統です。また、暖炉のそばにストッキングを吊るして、キリスト降誕のシーンを設定します。それは美しいです。あなたの家はホリデー気分でいっぱいのようですね。大変な作業ですが、すべてがうまくいくのを見るのは価値があります。家が温かく魔法のように感じられるとき、その努力は必ず報われます。あなたの家には、区別な装飾や伝統がありますか？レッスン13、銀行を探す。すみません。銀行を探すのを手伝ってくれませんか？確かに、銀行は通りのすぐ先にあります。ここからは歩いて5分くらいです。
どうもありがとう。どこでも探していました。問題ない。二つの大きな建物の間にあるため見落としがちです。それが私がそれを発見できなかった理由を説明しています。週末も営業しているか知っていますか？はい、土曜日は正午まで営業していますが、日曜日は休業です。それは知っておくと良いでしょう。閉まる前に必ず行きます。ATM が必要な場合は、屋内と角を曲がったところにもう一つあります。情報ありがとうございます。大変お世話になりました。レッスン14レポートの強化。それは正当な指摘です。レポートを充実させるために、関連するチャートやグラフを組み込む必要があります。絶対に。視覚補助により、複雑なデータをはるかに理解しやすくなります。人々は、ビジュアルを含むプレゼンテーションにより興味を示す傾向があることに気づきました。それは本当です。チャートやグラフは重要なポイントを強調し、主張をより強力にすることができます。様々なデータに適したグラフの種類を選択するためのヒントはありますか？某グラフは比較に適しており、折れ線グラフは時間の経過に伴う傾向を把握するのに適しています。それは役に立ちます。次回のレポートを準備するときは、そのことを念頭に置きます。また、ビジュアルが明確であり、情報が詰め込まれていないことを確認してください。良いアドバイスです。レポートを有益で視覚的に魅力的なものにしたいと考えています。レッスン15外食。いつものお家での食事から気分を変えてレストランに行くのも楽しいですね。同意します。新しい料理に挑戦して、いつもと違う雰囲気を楽しむのもいいですね。さらに、料理や後片付けの手間もかかりません。それが一番いいところです。他の人に仕事をしてもらうのはご褒美のように感じます。外出時に食べる好きな料理はありますか？私はイタリア料理が大好きですが、常に何か新しいものに挑戦することにオープンです。こっちも一緒。様々な料理を探索することは外食の楽しみの一つです。友人や家族と時間を過ごすのにも最適な方法です。絶対に。一緒に食事をすると、一生忘れられない思い出が生まれます。レッスン16、カナダの夏。特にカナダでは夏が短いので、人々は夏を最大限に活用しようとします。それは本当だ。暖かい気候が続く間、誰もが外で楽しんでいるように見えます。夏にはたくさんのフェスティバル、野外コンサート、バーベキューが開催されます。ハイキングや湖の訪問など、自然を探索するのにも最適な時期です。パティオやストリートマーケットで街が活気に満ちている様子が大好きです。まるで長く寒い冬を乗り越えようとしているようです。楽しみにしている夏の伝統やアクティビティはありますか？私はいつも少なくとも一度はキャンプに行くようにしています。接続を解除して充電するのに最適な方法です。それはすごいですね。5日後一緒しなければなりません。レッスン17、レポートの改善。今後のレポートに必ず反映させていただきます。他に何か気づきましたか？次に、簡単に修正できる文法上の誤りがいくつかあることに気づきました。ご指摘いただきありがとうございます。
次回からはもっと丁寧に構成していきたいと思います。他の人に自分の作品をレビューしてもらうことも常に良い考えです。それは素晴らしい提案ですね。新鮮な目は、私が見逃しそうなものを見つけることができます。また、文章をより魅力的にするために、文章の構造を変えるようにしてください。それを心に留めておきます。レポートは明確で見やすいものにしたいと考えています。素晴らしい仕事をしていますね。ところどころを少し調整するだけで大きな違いが生まれます。フィードバックありがとうございます。私は常に改善する方法を探しています。レッスン18、熊との遭遇。ホッキョクグマは明るい白い毛皮を持っており、水の中を楽々と滑るように見えました。信じられない。旅行中に灰色グマを見ましたか？はい。灰色グマは茶色の毛皮をしていて、予想よりもずっと大きかったです。彼らはとても強力な動物です。彼らは攻撃的に見えましたか？それとも穏やかに見えましたか？彼らは驚くほど穏やかで、餌を探すことだけに集中していました。自然の生息地で彼らを見るのは驚くべきことであったに違いありません。そうだった。そんな野生動物を観察すると、自然の美しさを思い出します。その経験を思い出させるために写真やビデオを撮りましたか？私もそうしましたが、彼らを直接見ることに匹敵するものはありません。レッスン19、様々な文房具。その通り。ペン、ノート、フォルダーなど、様々な種類からお選びいただけます。すべてが整理されていてカラフルなのが大好きです。買い物がとても楽しくなります。私も。すべてが良さそうなので、いつも必要以上に買ってしまいます。お気に入りのペンやノートの種類はありますか？私はジャーナリング用のゲルペンとドット入りノートのファンです。それらは素晴らしい選択です。書くものとしては万年筆と罫線入りのノートが好きです。文具の好みも人それぞれで面白いですね。絶対に。それはあなたのスタイルや習慣を反映する個人的なものです。今度一緒に買い物に行きましょう。私たちが選んだものを比較するのも楽しいでしょう。レッスン20、屋内植物。絶対に。屋内植物は毒素を吸収して酸素を放出し、空気を浄化します。それが私が家に植物を置くのが好きな理由の一つです。どちらも美しくて機能的です。手入れが簡単なお気に入りの植物はありますか？スネークプランツやポトスは初心者に最適です。あまり注意を払う必要はありません。それらを試してみる必要があります。空間にもっと緑を取り入れたいと思っています。また、どんな部屋にも落ち着いた雰囲気を与えます。まるで自然を室内に持ち込んだような感覚です。植物には気分を高揚させ、ストレスを軽減してくれると聞いたことがあります。それは本当です。それらの世話をすることも治療活動になり得ます。売れてしまいました。まずはいくつかの植物から初めて様子を見ていきます。レッスン21、怠惰な夏の日。時には、芝生に座ったり、仰向けになって雲を見上げたりするのもいいでしょう。夏の日は怠惰な日です。何も急いだり心配したりする必要はありません。リラックスして生活のシンプルなことを楽しむのに最適な時間です。日が長く感じられ、くつろぐ時間が増えるのがとても気に入っています。
リラックスできる夏のお気に入りのアクティビティはありますか？木の下で本を読んだり、公園でピクニックをしたりするのが私のお気に入りです。完璧ですね。音楽を聴いたり、木陰で昼寝をしたりするのが好きです。大切なのは、スピードを緩め、今この瞬間を大切にすることです。この夏を有意義に過ごしましょう。この季節には、魔法のようなものがあります。レッスン22、村の生活。私は村と呼ばれる場所で育ちました。私の村は多くの農場と湖に囲まれていました。それはとても平和に聞こえます。そこでの生活はどんな感じでしたか？静かで緊密な雰囲気でした。誰もがお互いのことを知っていて、人生はよりゆっくりとしたペースで進みました。特に周囲の自然がどれほど美しかったか想像できます。そうだった。私は野原を探索したり、湖で泳いだりして多くの時間を過ごしました。そこに住んでいたことを懐かしく思いますか？それとも今の街の方が好きですか？シンプルさや自然とのつながりが恋しいですが、都市が提供する機会も楽しんでいます。両方の世界を体験できてよかったです。それぞれに独自の魅力があります。絶対に。私の村は、どこに行っても、いつも家のように感じます。レッスン23、和解を求める。私たちは依然として多くのアジアの友人たちと和解に達することができていない。それは難しい状況です。オープンなコミュニケーションが対立を解決する鍵となります。同意します。お互いの意見に耳を傾け、理解することが重要です。信頼を再構築し、関係を修復するには、時間と忍耐が必要な場合があります。文化の違いがこれらの課題に影響を及ぼしていると思いますか？それは可能ですが、相互の尊重と共感がそれらのギャップを埋めることができます。これからも連絡を取り合って共通点を見つけていきたいと思います。それが正しい態度です。小さな一歩が有意義な進歩につながる可能性があります。励ましをありがとう。前進する道が見つかることを期待しています。レッスン24、ラッシュを避ける。スーパーの混雑を避けて夕方遅くに行くようにしています。それは良いことですが、朝早く行くとさらに効果的だと思います。本当に。次回は早めに行ってみます。混雑していない時はとても静かです。その通り。他の買い物客に慌てられることなく、ゆっくりと過ごすことができます。用事のストレスを軽減するための他のヒントはありますか？私は事前にリストを作成するのが好きなので、必要なものが正確にわかります。それは賢いですね。何かを書き留めておかないと、いつも忘れてしまいます。時間を節約し、集中力を維持するのに役立ちます。さらに、不必要なものを買う可能性も低くなります。アドバイスありがとうございます。試してみてどうなるか見てみます。レッスン25、必需品のショッピング。よし、必要なものを取りに行こう。外出中に読み物も手に入れるべきです。それは良いアイデアですね。久しぶりに新しい本を手に取りたいと思っています。特定のタイトルを念頭に置いていますか？それともただ閲覧しているだけですか？ミステリー小説を買おうと思っています。私を夢中にさせてくれる何か。私もミステリーが大好きです。
終わった後はお互いに本を進め合えるかもしれません。それは楽しそうですね。誰かと良い本を共有するのはいつも良いことです。まずは本屋に行きましょう。それから残りの用事を済ませましょう。完璧。在庫に何があるのかを見るのが楽しみです。私も。良い本を読むと、一日がとても良くなります。レッスン26、国際運転。旅行に備えて国際運転免許証の取得を検討しています。通常、別の国で運転する場合は必須です。知っておいてよかったです。保険はどうですか？それももらった方がいいでしょうか？絶対に。特に慣れない場所では、後悔するより安全である方が良いです。信頼できる保険会社のおすすめはありますか？旅行保険を専門とする会社がいくつかあると良い噂を聞きました。それらについて調べてみます。出発前にすべてを整理しておくことが重要です。絶対に。事前に計画を立てることで、後で大きなストレスを軽減できます。アドバイスありがとうございます。すでに準備が整っているように感じます。レッスン27忘れ物。こんにちは。部屋で物を落としてしまいました。探すのを手伝ってくれませんか？もちろん。何を見つけようとしているのですか？小さなシルバーのネックレスです。多分タンスの上に置いたままにしてしまったのだと思います。まずはそこを確認してみましょう。私たちが気づかないうちに物事が動いてしまうこともあります。あちこち探しましたが、どこにも見つかりません。心配しないで。私たちはあなたの足跡をたどって、それを見つけられるかどうか確認します。助けてくれてありがとう。きっと見つかると思います。問題ない。大切なものを失うのはいつもイライラします。これからは自分の持ち物にはもっと気をつけます。レッスン28、必需品の整理。良い姿勢を保つことがいかに大切かについて考えてきました。必需品の整理についてはどうですか？どうすればもっとうまくできるでしょうか？まず、似たようなアイテムを整理してグループ化します。すべてが見つけやすくなります。それは理にかなっています。物事を長期的に整理し続けるためのヒントはありますか？収納箱や引き出しの仕切りを使用して、すべてを所定の位置に保管します。それを試してみます。整理整頓されていないために、いつも物をなくしてしまうような気がします。ラベルを貼ることも役立ちます。それは大きな違いを生む小さな一歩です。それは素晴らしいアイデアですね。まずは自分の机から始めて、家の中をくまなく見ていきます。一度に一歩ずつ進めてください。組織化はプロセスであり、一度限りの作業ではありません。アドバイスありがとうございます。このプロジェクトに取り組む準備ができています。レッスン29、ホッケー vs サッカー。ホッケーはいくつかの点でサッカーに似ていますが、サッカーとは異なり、ホッケーでは大きなボールが使用されません。それは本当だ。ホッケーではパックが使用されますが、パックははるかに小さく、氷の上を滑ります。異なるスポーツに同様のルールがありながらも、独自の用具が存在するのは興味深いことです。ホッケーのスピードは見ていて本当にエキサイティングだと思います。好きなチームや選手はいますか？私は地元チームのファンです。彼らの試合は
いつも白熱していて、見ていて楽しいです。ホッケーの試合を見に行ったことはありませんが、いつか体験してみたいです。あなたがすべき。アリーナの雰囲気は熱狂的だ。私のやりたいことリストに追加します。素晴らしい夜の過ごし方のようですね。レッスン30、スパトリートメント。いくつかのスパトリートメントを試してみようと考えています。それは素晴らしいですね。必ずチェックします。事前のご予約をお忘れなく。良い点です。事前に電話して場所を確保できるか確認します。特に人気のあるトリートメントの場合は、早めに予約することをお勧めします。最初に試すべきものに関する推奨事項はありますか？マッサージやフェイシャルから始めるのは素晴らしい方法です。彼らはリラックスして元気を取り戻しています。それは完璧ですね。忙しい1週間の後で少しリラックスできました。自分を大切にしてください。あなたにはそれを受ける価値があります。様子を教えてください。私はします。ご提案ありがとうございます。楽しみにしています。レッスン31、投資戦略。いくつかの投資戦略を検討する必要があると思います。絶対に。何を考えていますか？おそらく、共同最適化に投資できるでしょう。それは面白そうですね。少し説明してもらえますか？もちろん。資源を最大限に活用し、無駄を最小限に抑えることに重点を置いています。それは賢いアプローチですね。それは環境と財政の両方に利益をもたらします。その通り。コラボレーションは良い結果につながる可能性もあります。これを成功させている企業を見たことがありますか？はい。一部のテクノロジー企業がその道をリードしています。レッスン32、会議の準備。明日の会議の準備はもう終わりましたか？はい、私は懸念を予想し、対応を準備しました。すごい考え方ですね。プレゼンテーションのスライドは持ってきましたか？やった。重要なポイントをすべて含めるようにしました。完璧。議論の焦点を絞るのに役立ちます。その通り。みんなが同じ認識を持ってほしいと思っています。そうすることで会議の生産性がさらに高まります。はい、今はそれに自信を持っています。素晴らしい。出発する前に最後にもう一度すべてを確認しましょう。レッスン33、気候変動についてのディスカッション。こんにちは。気候変動に関する最近のニュースをチェックしていますか？はい、物事がどれほど急速に変化しているかは驚くべきことです。知っている。私たちの行動について本当に考えさせられます。絶対に。私たち全員がもっと責任を持つ必要があります。最も効果的な解決策は何だと思いますか？私は教育が変化をもたらす鍵だと信じています。それは良い点ですね。多くの人が知っていればいるほど良いのです。その通り。そして、持続可能な実践も促進する必要があります。同意しました。これは私たちが集中する必要がある集団的な取り組みです。